皆さん、こんにちは。アルファアドバイザーズの黒岩です。本日は外国人が日本で就職する方法ということで、外国人の方の向けに、どうやって日本で働けばいいのかというところをお話ししていきたいと思います。というのもですね、最近、アルファでは、すごく日本人というか、日本での実績はですね、もう日本一というふうになっておりまして、留学、それから就活、転職、そういったところで皆さんをサポートして、で、皆さんが行きたがっているようなトップ企業、たくさん内定を出しておりますと。で、実際に今も27卒の方や、海外大学に行ってらっしゃる方のボストンキャリアフォーラムなどをサポートしているんですが、その中でですね、最近特に外国人の方、中国とか韓国とか台湾、インド、それから欧米みたいなところの外国人の方から、日本で働きたいから、日本のサポートをしてほしいみたいな、そういったご相談が非常に多く寄せられてくるようになりました。という背景もありまして、今日はですね、アルファアドバイザーズの、グローバルサポートということで、どうやったら外国人の方が、海外就職ということになると思うんですけれども、日本で働けるようになるのかっていったところの基礎をお話ししていきたいと思います。はい。で、ご興味がある方は、アルファのホームページのチャットの方からご連絡を入れていただければと思います。でホームページの無料相談のこの四角いチャットを押してこういただくと、すぐにアドバイザーと、あとは事務局の方につながることができますので、例えば日本で就職したいとか、それから留学とか、日本の大学に入りたいという方はいつでもご連絡ください。で、簡単にですね、外国というか、外国の方にちょっとアルファアドバイザーズについて紹介をさせていただきますと、我々は17年間ですね、就活とか、海外 MBA、大学院留学、転職、それから日本の大学受験みたいなところをサポートさせていただいております。はい。なので、キャリアサポートアドバイザリーファームといったイメージと思っていただければと思いますが、現在会員は8万人ぐらい。YouTube の登録者は1.8万人。ただ、グローバルの方のアカウントは4.2万人と、もうなんか日本のアカウントを抜いちゃったんですけれども、それぐらいの非常に影響力の強い多くの皆様に支えられて、これだけの会員様にサポートさせていただいておりますといったところですね。で、外国人の方のサポートに関しては、中国、韓国、台湾、インド、ここら辺がやっぱりボリューム層になるのかなと思います。で、特にアメリカ、海外で日本の大学を受けて、で、今大学生で、そのまま日本の商社で働きたいとか、外資金融行きたいという方が非常に多いので、そういった方をサポートさせていただくっていうことが非常に多いと思います。で、留学と就活それぞれのフィルターというか、に分けますと、留学に関しては、東大、京大、早稲田、慶応、上智、一橋、ICU、東工大、宮廷、マーチ、こういったところには皆様をサポートで、受験というか合格をさせております。で、就活はもう幅広くですね、投資銀行、コンサル商社メーカー、銀行証券、不動産、IT、広告、それから私は結構アセマネとかヘッジファンドとか、そういったところをサポートさせていただくことが多いですね。はい、ということなので、結構ですね、受験も就活も数多くの外国人の方をサポートさせていただいております。はい。で、今年に関して、内定実績というところで言いますと、国内のサマーインターンですと、ゴールドマン、モルスター、バンカメ、それからブラックロック、デロイト、KPMG、PWC。ちょっと企業数が多いので、一つ一つ読み上げることはしませんけれども、いわゆる投資銀行とか、アセマネ、ヘッジファンド、コンサル、MBB、ビッグフォー、それから商社、証券銀行。これもですね、いわゆるリテール営業ではなくて、グローバル採用と言いますか、投資銀行とかマーケットトレーダー、それからリサーチみたいなところの、ホールセール部門というところの内定者が非常に多いといった感じですかね。はい。なので、これは、過去1年間の、アドバイスというか、サポート実績になっております。はい。なので、我々はこういったところを、もう17年間サポートさせていただいておりますので、大体どういうふうに内定を取ればいいのかっていうところは心得ておりますし、
そのためにどういう対策、評価基準みたいなところも全部、知っているといった感じですね。はい。という背景がありまして、その上で、日本で働くための条件みたいなところが、重要になってくるんですけれども、主に5つあるのかなと思っております。で、1つ目がまずビザですね。これがないと働けませんということで、いくつかもうビザの種類はあるんですけれども、やっぱり多いのは就労ビザなのかなというふうに思います。中にエンジニアの方とかは、コード専門職みたいなところはありますね。はい。あとは英語力、すみません、日本語力ですね。N1 ぐらいの日本語力はあってほしいかなといったところです。というのもですね、やっぱり日本人のと一緒に働くことになると思いますので、そうなるとどうしても日本語力が必要になってきますと。これは仮に外資であっても、基本的には日本語求められると思っていただいて結構です。というのも結構やっぱり外資投資銀行を一つと、例えば例にとってみると、じゃあ外資の投資銀行のお客さんが、全員英語で話せるかっていうと、そういうわけではないですよね。なのでどうしても日本語力っていうのは必要になってきますし、仮にそのビジネス上使わなくても、社内でのコミュニケーションみたいなところで、日本語を使うみたいなところはよくあるパターンかなというふうに思います。はい。なので、日本で働きたい場合は、どうしても高い日本語力みたいなところは求められるんですけれども、この日本語力強化、L1 合格みたいなところに関しても、我々に任せていただければと思います。L1 ぐらいだったら、サクッと我々のサポートで、アドバイスでやらせていただきますので、ぜひご相談いただければと思います。はい、それから専門性スキルですね。いわゆるその皆さんが英語とか、母国語ですね。中国語とか韓国語、ヒンディー語みたいなところを、話せるっていうことは、全員承知の上で、やっぱりプラスアルファ、専門性とかスキルが必要になってくるということですね。これは外国人の方に限った話ではなくて、最近日本の就活でも同じようなことが言えていますと。例えば、投資銀行入りたいのであれば、ファイナンスのスキル、コンサルだったらケース面接とかビジネス理解っていったところが大事になってきますし、例えば GAFAM のエンジニアになりたいんだったら、がっつりプログラミングが必要になりますよね、といったところで、そういう専門性とかスキルみたいなところをどうやって身につけていくのかみたいなところは非常に重要になってくるのかなと思います。あと、当たり前ですけれども、日本の就活ノウハウみたいなところは大事なんですが、ポイントとしてはですね、やっぱり非常にカルチャーフィットというか、もう日本人らしさを求められるみたいなところはどうしてもありますね。なので、海外と少し異なりますし、そのための勝ち残り戦略とかっていうところも変わってきますと。で、私も一応海外、アメリカで就職して、就職活動したことあるので、大体わかるんですけれども、海外っていうのは基本的に、何があなたはできて、どういうふうに明日から会社に貢献できるのかっていう、その即戦力性とか、専門性みたいなところを、求められると思うんですけれども、日本の場合は、基本的には、外資であれ、日系企業であれ、育てていこうみたいなところがありますと。で、できるだけ長く働ける人が欲しいみたいなことを、考えているところになるんですけれども、となると、やっぱりカルチャーフィットとか、こ人間性みたいなところが結構大事になってきますと。なので、そこで、じゃあそういうところを相手が求めている中、自分が就活の面接で、いや、私はプログラミングが誰よりもできますとか、数学がものすごいですとか、コミュニケーション能力がめちゃくちゃありますって言っても、なかなか刺さらないみたいなところがありますね。なので、そういうちょっと青臭いですけれども、人間性とか、カルチャーフィットみたいなところをめちゃくちゃ求められますし、実際にそれは実務上必要にもなってきますと。要は日本のお客さん相手に日本のことを理解している人じゃないと、なかなかビジネスとして成り立たないよねみたいなところはあるので、そこまで見通すと、やっぱり日本の就活を知るっていうことがめちゃくちゃ大事になってくるのかなと思います。で、5番目はですね、あれば有利ということで、になるんですけれども、日本の学歴は、結構必要になってくるのかなと思います。で、これがもしない場合は、ビザ的な側面でも結構不利になってくるので、日本の学歴はあるに越したことはないです。例えば、今、
日本の就職活動を考えていらっしゃる方、例えば社会人の方だと、一回日本の、例えば早稲田なり、慶応なりの MBA に入って、で、そこから、2年、まずは学校に行って、その後に就職するっていう流れはめちゃくちゃスムーズかなというふうに思いますし、我々実はこの海外、その日本人の海外就職みたいなところも強いんですけれども、同じようなこう流れでやってます。一回アメリカで働きたい人は、一回アメリカの MBA に行って、で、その後にこうアメリカで就職するみたいな流れはめちゃくちゃこうどこの国でも大事というか、王道かなというふうに思いますので、もし、自分が、いきなり日本で働けるほど、突き抜けたものがないなとか、日本語がちょっと怪しいなって思うことがあれば、この日本の学歴みたいなところは取りに行かれるといいと思います。はい。ということなので、この5つつがまず揃ってるかどうかみたいなところがポイントになってくるのかなと思いますね。はい。で、日本の就職おすすめルートということで、どういうふうな経緯、ルートで日本の就職を実現すればいいのかみたいなところなんですけれども、これは先ほど申し上げた通り、やっぱり留学を経由した方がおすすめですね。例えば今例えばアメリカで働いていらっしゃって、アメリカから直接日本の企業に入るっていうことは難しかったりしますと。で、あるパターンとしては、例えばそれこそアメリカで働いて、で、日本の、アメリカの日本支社、例えば野村証券のニューヨーク支店とか、三菱商事の、カリフォルニア支店みたいなところに行って、そこから日本配属になるっていうパターンは、もしかしたらあるかもしれませんけれども、基本的には、やっぱり日本の、直接入るっていうことになると、この留学経由っていうところが結構おすすめになるのかなというふうに思いますが、基本的に皆さんの状況次第なので、まずは今のご状況を無料相談の方で教えていただければと思います。で、なんでこの留学経由がおすすめかっていうと、ビザの要件とか、あと日本語力の向上、それからカルチャーフィットみたいなところが結構あるのかなと思っております。要は、日本のことを全く知らないまま、日本の企業に採用されるっていうことはないと思いますので、全く日本語が話せないっていう状況で、転職するっていうのは、現実的に難しいのかなと思うので、一回ですね、日本の学校に行って、日本語力を上げてっていうところが大事になってくると思いますし、あとはですね、就活の、期間的な余裕みたいなところも生まれるんですね。在学期間中、例えば大学生なら4年間かけて、もしくは大学院、MBA だと2年間かけて、しっかり就活できるっていうところがありますので、この期間を生かして、がっつり日本の就活をやっていけば、十分可能ですと。はい。で、実際に我々も、この学生である期間を十分に活かして、就活対策を行って、合格というか内定させてますということがあります。なので、そういう、期間的な、時間的な余裕みたいなところとか、あと日本語力、ビザ、こういったところも含めると、やっぱり留学してからの就職、転職っていうところが王道になるのかなというふうには思いますね。はい。なので、今もし、例えば大学生の方だと交換留学なり、高校生だと、学部に編入するとか、留学するっていうことになると思うんですけれども、学部の場合は、例えば栄養入試と呼ばれるものだったり、特別選抜制度みたいなところが、各大学にありますので、特にですね、最近は、私立大学は結構多いですね。早稲田、慶応あたり。はすごくおすすめですし、就活にも強いということがあります。あと MBA もですね、社会人向けなんですけれども、英語で完結するプログラムもありますので、もし、例えばまだ自分が日本語に自信がないとか、そういった方は、一回日本の MBA に行って、英語で完結するプログラムを取って、その間に日本語力を高めるみたいなことは可能かなと思います。で、その日本語の高め方、向上のさせ方は、我々アルファにお任せいただければと思います。で、結構ですね、やっぱり東大総計あたりは、学部で入るって結構難しいんですけれども、逆にですね、大学院、例えば、最近人気なのは、工学系ですね、金融工学とか、コンピューターサイエンス、データサイエンスみたいな大学院であれば、日本の大学も結構入りやすいのかなと思いますので、例えば、ちょっと学部で日本に来るのは難しいけれども、一回大学院から挑戦してみようみたいなことは十分可能だと思います。
なので、ありとあらゆる方法がありますので、ありますが、基本的には一回日本の大学に行くっていうことをお勧めしております。はい。で、その上でしっかりと就職活動をやっていきましょうということになります。で、じゃあ具体的に、じゃあ日本で就職をするということになったときは、どういうステップで、どういうところがポイントになるのかというと、そうですね、基本的に5つつあるのかなと思ってまして、1番大企業を狙う、2番外国人採用実績がある企業を狙う、3番グローバル企業を狙う、4番外資は特におすすめ、5番語学力とプラスアルファの強みが必要ということで、意外と大企業がおすすめですということです。これ実は、結構中小企業の方が入りやすいんじゃないのみたいなイメージがもしかしたらあるかもしれませんけれども、現実的に考えて中小企業で、例えばグローバル人材というか外国人の採用ニーズって多分あんまりないんですよね。そもそもその企業がグローバル的な仕事をしてないってこともあるかもしれませんし、その大企業、中小企業なので、そのノウハウもないかもしれませんよね、外国人と。なので、相手はもう日本語しか話せない。で、自分は外国人っていう立場で、例えばそういう中小企業に入ってしまうと、結構ですね、カルチャーフィット的に難しいのかなっていったところはあるかもしれません。で、逆に大企業は、そういう外国人留学生とかって結構採用しているんですね。実際に、三菱商事とか、三井物産みたいな商社はもちろんですし、例えば野村証券とか三菱 UFJ とか、そういった大企業は、どんどん外国人も採用してますので、全然チャンスあるかなと思います。で、2番ですね、外国人採用実績がある企業を狙う。要はその先輩が、採用されてるのかみたいなところが、結構大事になってくるのかなと思います。なんか一発目にこう外国人、要は外国人取るっていうことは、それだけ英語とか、第二言語を話せる人たちの需要が高いということですし、外国人の採用ノウハウとか、こうビザの発行ノウハウみたいなところもあるっていうことなので、要は採用実績がある企業を狙うっていうことが結構大事かなと思います。で、これは意外とありますよ。日系企業も、外資系企業はもちろんですし、日系企業もそうですね。はい。で、あと3つ目、グローバル企業を狙うということで、例えばグローバルに仕事をしている会社っていうのは、どうしても外国人必要になっていきますということがありますので、グローバル企業はぜひどんどん狙っていかれるといいと思います。例えば楽天とかだと、英語、社内公用語になってたりもしますので、結構外国人も入りやすいのかなっていったところと、あとはどこですかね。先ほど言った、業界の、トップ5ぐらいは、結構グローバル展開しているので、採用ニーズはめちゃくちゃあるのかなというふうに思います。で、4番、外資ですね。外資系企業は基本的にこう、中にいる日本人の方も、英語が堪能な方がほとんどなので、外国人であっても、仮にこう、日本語が全然話せないっていう方であっても、十分、内定の可能性はあるのかなというふうに思います。ただ、その分、こう、競争は熾烈になってきますので、5番にもつながるんですが、語学力プラスアルファの強みが必要になってくるっていったところは、押さえておいていただけるといいのかなと思います。はい。なので、外資系企業ですね。外資金融とか外資コンサルとか、あと GAFA。はい。Apple、Amazon、Google、Microsoft みたいなところっていうのは、外国人の方もどんどん積極的に採用してますので、おすすめですというところですかね。はい。失礼しました。はい。なので、日本の就職っていうことになると、ここを狙うっていうことが、戦略的には大事になるんですけれども、やっぱり最終的には、こう、ES とか、エントリーシートって言われる、小論文的なことをやらなければいけなかったり、あとは当然面接が大事だったりしますし、最近だとインターンシップを、こう、選考の一つに組み込んで、要は実際に働かせてみてどうかな、みたいなところを見ているっていうこともよくありますので、そういう細々とした対策っていうのは当然必要になってきますけれども、そこはもちろんアルファの個別指導でサポートしていますので、ご興味がある方はご連絡ください。はい。ただ今日はオーバービューというか、大まかな流れ、戦略としてこういったところが大事になってきますということを紹介させていただきます。はい。あと最後にですね、そのボストンキャリアフォーラムという、あのーまあ、
キャリアフォーラムというか、就活フェアみたいなところを紹介させていただければと思います。で、これは何かというと、日本語、英語、バイリンガル向けの就活フェアというところの建前になっております。要はその英語喋れる人欲しいということですね。簡単に言うと。はい。なので、ここの就活フェアというのは、基本的に英語が喋れる人や、やっぱり外国人の留学生とかも積極的に参加するものですと。で、このキャリアフォーラムに関しては、どういう企業が来るかというと、投資銀行、コンサル商社みたいな日系外資系のトップ企業が多数参加します。この後サイトをお見せするんですけれども、本当に名だたる企業、皆さんが行きたがっている企業が参加しますと。で、こういった企業というのは、やっぱりグローバル展開してますし、英語が必要になってきますし、グローバル人材を求めているので、外国人向けの採用も結構あるんですね。実際に私も中国人留学生の方とかをサポートさせていただいて、内定を取ったっていうケースもよくありますね。なので、外国人留学生の方は、ぜひ、このボスキャリに行ってほしいですし、仮にですね、今、日本の大学とかに留学をしていなくても、日本に行きたいっていう人は、日本で働きたいっていう人は、このボスキャリぜひ受けられるといいと思います。今年の11月に開催なんですけれども、すでにですね、エントリー自体は始まっていますので、ご興味ある方はぜひアルファにご相談いただければと思います。はい。で、幅広い、求人ということで、正社員、インターン、転職、これ全部ありますね。なので、26卒の方、27卒の方、学生さん向けも、社会人向けのもありますということです。で、日本にいなくても日本企業を受けることが可能です。基本的に、ボスキャリって、だいたい9月、10月がオンラインの面接になりますと。オンライン、エントリーと面接ですね。これがオンラインでやって、で、11月に、アメリカのボストンで、実際に会ったり、最終面接を行ったり、ディナーって言って、学生とか、その、エントリーしてきた人を、ディナーに招いて、実際に晩ご飯食べながら、プチ選考みたいなことをやっていくみたいなことをやっているんですけれども、基本的にですね、ボスキャリというか、ボストンに行かなければいけないのは3日間だけですけれど、ので、時差とか関係なく、どんどん受けることが、オンラインで選考を進めることができるっていうのが、一つ大きなメリットかなと思います。はい。で、実際にアルファでも内定者たくさん出ておりますし、実は外資は日本語不問みたいな企業も、多少あったりしますね。はい。なので、外国人の留学生の方、外国人の方はすごくおすすめのフォーラムです。となっております。はい。ということで、サイトを見ていきたいんですけれども、こちらがですね、いわゆる日本語で書いてあるボスキャリサイトになっております。で、開催日は11月21から23日というふうになっておりますが、これは実際にボストンで行われる面接のことを言っておりますので、基本的には、その前からエントリーが始まっているということですね。はい。で、11月21、23が、このボストンのコンベンションセンターみたいなところでやるという感じです。はい。で、参加者の要件のところを見ていただくとわかるんですけれども、日英バイリンガルで学士以上の学位をお持ちの方、取得予定の方。なので、取得予定でも大丈夫です。例えば、アルファでも、ボスキャリに行きますっていう人の中には、今年の9月から、海外の MBA に進学するんですけど、とか、日本の MBA に進学するんですけど、みたいな人が結構いらっしゃるんですけれども、なので、完全に取得してなくてもいい。むしろ、留学前から選考が始まっているという感じですね。はい。日本以外の、大学に在学中の方とかも参加可能ですし、日本の大学で英語が喋れる人ももちろん可能です。はい。で、帰国子女インターナショナルスクール、海外勤務、留学経験をお持ちの方。なので、職務経験者なので、20代、30代の社会人の方も全然大丈夫ということです。はい。なので、これに参加することがすごく大事ですね。で、求人を見てみますと、はい、ここのようになっております。現在ですね、180社参加しておりまして、多分主要どころはほとんど来てるのかなと思います。例えば、アクセンチュアとか、アマゾンジャパン、アンカー、伊藤忠商事も、まだ求人は出てませんけれども、参加予定です。あとは、EY ですね。EY と EY ジャパン。ちなみに、これアメリカのポジションもあったりします。はい。SMBC 日興証券。これ投資銀行部門とかも全然来ますね。
あとは、AT カーに戦略コンサルですね。ドカサン証券、オリックス。それから、外務省とかもありますね。これ外国人の方はなかなか外務省に入るっていうのは難しいと思いますが、官庁とかも来たりします。あとは、KPMG とかビッグフォーの一つ。JBIC とかですかね。あとメーカーで言うと小松とか。あとは、シティですね。外資金融のシティ。これ9月の、締め切りとか見てみると、9月の30日までとなってますので、ここはお気をつけください。11月に行けば、ボストンに行けば、ボスキャリ参加できるのかって言ったら、そんなことはないので、9月30日までに、こういう、あの、エントリーシートということを書いて提出しなければいけませんということです。はい、あと JP モルガンとか、JAFCO。これベンチャーキャピタルですね。あとは GPIF。これは年金運用をやっている会社です。あと、住友商事。それから、アナとかも来ますね。あと、ソニー。そしてソフトバンク、大和証券。これも、いわゆる投資銀行部門ですね。はい、インベストメントバンキングとかあります。あと、テレビとかもありますね。TBS とか。あとは、デロイトは全て来てるのかな、コンサルティングもありますし、こういう日系企業サービスグループって言って、アメリカのポジションもあったりします。なので、今回は日本で働きたいっていう外国人の方向けの、なっていますけれども、こういうものもあるということですね。はい、こういうファズとかもありますね。あとは、日経新聞、任天堂とか、あとは野村証券、野村不動産、それから、バンクオブアメリカ。外資金融ですよね。あと、ピムコ。こういうアセットマネジメント系も来ています。はい。それから、PWC ジャパンとか、あと、フォートレス。こういう資産運用系も結構来てますね。はい。あと、日系のメーカーで富士通とか、あと、ブルームバーグとか。ブルームバーグは基本的に社内も英語で話していることが多いのかなと思うので、外国人の方は結構、親和性高いのかなというふうに思いますね。はい。あと、ベイカレント。ベインカンパニー。それから、ボストンコンサルティンググループ、ポイント72。これは資産運用、ヘッジファンドですね。あと、みずほ、三井住友、SMBC。それから三井不動産、三井物産、三菱商事、三菱地所。三菱系はもうほとんど来ます。三菱 UFJ、三菱 UFJ 信託。それから、モルスターとかですね。あと、楽天とか、ローランドベルガーとか、こういったところになりますかね。はい、あとですね、あの、このボスキャリだけじゃなくて、このボスキャリオンラインみたいな、オンライン限定求人みたいなところもあるので、これもぜひチェックしていただけるといいのかなと思います。Amazon とかも来てますし、日光もそうですし、あと、ゴールドマンサックスもここに毎年出てるんですよね。で、ゴールドマンとか行きたい人多いと思うので、ボスキャリだけじゃなくて、こういうオンラインの方も見ていただくといいのかなと思います。あとは、ジェインストリートとか、結構おすすめですね。あと、ソシエテ、ソフトバンク、はい、日本財団。あとは、そういった感じですかね。野村総研とか、日立、それから、ファラロンとか。ファラロンって皆さん知ってますかね？アクティビストファンドなんですけれども。こういうところもすごくいいですよね。はい。あと、フーリハンローキーですね。はい。こういったところになるのかなと思いますね。なので、すごくいい求人というか、いわゆる皆さんが行きたがっているような求人、たくさんあります。日系外資系問わず、投資銀行とかコンサルとか、アセマネヘッジファンドみたいなところもたくさんありますので、こういった心を生かして、こういった求人にどんどんエントリーしていくといいのかなというふうに思います。はい。で、ご興味がある方は、このアルファアドバイザーズのこちらのチャットからいつでもご相談を入れていただければと思います。で、日本語でもいいですし、英語でも大丈夫なので、
ご興味がある方はぜひご相談を入れていただければと思います。あと、アルファは YouTube もやってますので、ぜひこういったところもご登録いただいて、過去の動画も見ていただければと思います。もうなんか4.2万人、もうすぐ4.3万人いきそうですけれども、すごい勢いで、登録者が増えてますので、ご興味がある方はぜひご相談いただければと思います。はい、じゃあスライドに戻ります。はい、ということなので、いろんなリソースがあるということを知っていただければいいのかなと思います。なので、実は皆さんが思っているよりも、日本で働けるチャンスっていうのは多いんですね。で、外国人の方というか、企業の方も、もっとグローバルな人材というか、外国人の採用を増やしたいみたいな人たちも結構多いと思うので、はい、ご興味がある方は、こういったボスキャリとか専攻を活かしていく。で、そのためには、こういうところを突破していくためには、徹底的な対策が必要になってきますので、それは我々アルファにお任せいただければと思います。はい、ということで、アルファは頼らなければ勝てない理由。そもそも、就活のノウハウが圧倒的っていうことはありますね。それから、外国人ならではの戦略とか実績も心得ております。先ほどのビザの話とか、留学経由だといいですよみたいなところの、トータルのサポート、アドバイスをさせていただけるのかなと思います。で、あと、やっぱりこう、日本語のネイティブにしかわからない、細かなニュアンスみたいなところって結構エントリーシートとかで、出るんですね。なので ES とか、そういう面接とかでも、こういう日本語の言い回しがいいですよとか、そういったサポートもさせていただきますし、もっと手前で、例えば N1 取りたいみたいな人たちは、日本語の指導、アドバイスというか、塾みたいな感じでサポートもさせていただくことが可能ですので、そういうこう資格とか、就活まで、アルファにお任せいただければと思います。あとですね、面接の立ち振る舞い、サポート。カルチャーフィットが大事っていう話はしましたけれども、具体的にこう、就活ってどうやって進んでいくのかみたいなお話もさせていただくことが可能です。なので、日本語学習とか、留学、就活まで一貫してサポートさせていただきます。で、圧倒的なノウハウと、外国人の方の、特有のこう状況ってあると思うので、そういったことに特化したサポートをさせていただきますので、ぜひですね、アルファにご相談いただければと思います。なんかいつも通りの就活というか、その感覚で、こう外国とか母国の就活の感じで日本に来られても、なかなかうまくいかないっていうのが現実かなと思いますので、素直に我々を頼って、どんどんこう日本で働くという夢を叶えてほしいかなというふうに思います。はい。ということで、日本で働きたいという方は、ぜひアルファにご相談いただければと思います。何度も繰り返しになりますけれども、アルファのホームページのここから、ご相談内容を入れていただけると、すぐにアドバイザーもしくは事務局の方から対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、日本の就活にご興味がある外国人の方はいつでもアルファにご相談いただければと思います。それでは失礼いたします。ありがとうございました。皆様のご相談をお待ちしております。